お前はもう死んでいる。暴力的な言葉も表現も全てを憧れに感じながらテレビにかじりついていたあの時、忘れられないフレーズです。放課後から夕飯までの時間、ある曜日は友達との遊びもそこそこに早めに帰るのが楽しみでした。アニメの時間です。地方と都心ではアニメの放送時間帯が異なっていました。私が住んでいた地域では16時から18時がゴールデンタイム。曜日によって異なるアニメ枠、好きなものがあればそれ優先。放送された内容は翌日のごっこ遊びのネタになっていました。とかく男の子で格闘アニメが好きというのはよくある話です。北斗の拳を知らぬ日本人はいないでしょう。いな、日本男児たるもの、愛と悲しみを北斗の拳にこそ学ぶべき。そう豪語する、暑苦しく煙たがられる80年代生まれは少なくないのではないでしょうか。かくいう自分もその一人です。漫画誌で見れば北斗の拳が週刊少年ジャンプに連載され、長きにわたり読者アンケート上位に君臨し続けたそうです。あれだけ激しい競争の世界でとんでもないこと。それまでラブコメ路線だったという漫画界に世紀末という世界観とともに現れたバトル作品はそれまでの流れを一変させてしまったとされています。そんな経緯も知らずファミコン少年になる前の私は耳に残る低い声で話していたかと思えば、人間には到底不可能な動きと甲高い掛け声とともに敵を爆裂させていく、胸に7つの星を持つ男に目を輝かせていました。そして次回予告の最後には決め台詞、お前はもう死んでいる。ある意味で様式美ともいえる時代劇的な構成もただただ次を待ち遠しくさせるスパイスでした。まだ無知で無垢だった私は未知の刺激にこうして感化されていったのです。これが日本の田舎に住む少年として私が見ていた景色です。あなたの国ではどうでしたか？あれから40年、アニメのリメイクが世界中に届く時代となりました。ゲームとしての北斗の拳について当時の記憶を頼りに調べ始めた私に待っていたのは予想とは全く異なるものでした。北斗の拳が世界中で愛されるまでの歴史を追いかける期待とは裏腹に、私が知ったのは悪役ではなく表現規制と戦い続けた歴史でした。戦うという表現は正しくないかもしれません。当時から様々な国に届いていたにもかかわらず、受け入れられ方も愛され方も全く違った作品だったのです。アニメとして見ていたのは北斗の拳2になっていた頃、ゲームとしての北斗の拳に初めて触れました。ゲーム内のケンシロウはアニメで見た時の興奮を彷彿させるものでした。パンチを当てると敵が爆裂する、まさに北斗の拳。キックを当てると画面外に敵が吹っ飛んでいく点には驚きと疑問はありましたが、爽快この上ないものでした。難易度はファミコン作品らしく、今プレイしても難しいものです。当時は愚か、現代でもクリアできる気がしません。当時の私は未プレイですが、ファミコン版が発売された同年、セガマーク3版北斗の拳はブラックベルトという名前で海を渡りました。北斗神拳の伝承者ケンシロウは空手の達人リキ、ヒロインのユリアは京子と名前を変えて受け入れられることとなったのです。この作品のプログラマーは後のソニック・ザ・ヘッジホッグを生み出す中裕二氏。メインプログラマーでありながら敵やボスのグラフィックまで兼任していたというから驚きです。デザインに迷うと原作漫画を読んだそうです。私のゲーム人生から外せないファンタシースターオンライン。妻の思い出にも残っているナイツを開発した人物でもあります。ただ、これは海を渡った複雑なタイムラインの一本に過ぎません。ドイツに渡ったブラックベルトは1987年に有害コンテンツとされ、25年間も未成年への販売が禁止されました。
その後2018年に日本で発売された北斗が如くが海外向けにフィスト・オブ・ザ・ノーススターロスト・パラダイスとして届きます。同タイトルのミニゲームとして日本オリジナル版が収録されており、ドイツに本来の姿が伝わったのは30年以上も経過してからでした。セガマーク3版北斗の拳はファミコン版と違ってパンチだろうがキックだろうが当たった敵は爆散します。流血表現はありませんが、こういった表現が問題視されたのでしょうか。ゲーム自体はシンプルながら間合いや敵の行動パターンと弱点を見極める必要があり、アクションゲームとして完成度が高いものです。フランスにはアニメとして渡ったのですが、日本とは全く違う愛され方でした。人気の子供番組の枠で放送されましたが、暴力表現を理由に打ち切りの危機に。放送を継続する条件を満たすため、ケンシロウたちのセリフを声優陣が現場の判断で原作から逸脱したふざけたダジャレやジョークに吹き替えていったそうです。日本人にとっておなじみの決め台詞がダジャレになりました。けれど皮肉なことにフランスの子供たちにとってはその珍妙な吹き替えこそが北斗の拳の思い出であり、笑いとともに浸透した作品となったのです。世紀末 1990X 年、最終戦争によって核の炎に包まれ、文明と秩序が崩壊。水や食料が全ての価値基準となり、暴力が支配する無法地帯と化した地球。一子相伝の暗殺権、北斗神拳の伝承者ケンシロウが愛と悲しみを背負いながら救世主として成長していく物語。そんなシリアスな世界観をハラハラとワクワクで見守った日本の子供。世界観は同じはずなのに、フランスの子供に残った印象は真逆でした。懐かしいという言葉に、日本ではシリアスとバイオレンスという無規制の放送の思い出が想起され、フランスではダジャレとバイオレンスという規制された放送の思い出が想起されるのです。この2本のタイムラインすらまだ全体の一部です。一つの作品が海を渡った先の国の事情でこんなにも違う一生を送っていました。自由だった表現もあれば制限された表現もあります。誰がどう受け取るのかは誰にも分かりません。しかし北斗の拳に関しては現代になってようやくありのままの姿で世界中に届く作品となりました。2026年、アニメのリメイクがまさにそれです。確かに最初のアニメを見返すと、規制の理由や暴力表現に対する配慮は理解できます。何も知らずにケンシロウに憧れたあの頃、悪党を北斗神拳で爆裂させていたシーンに残虐や恐怖という記憶はありません。ただただかっこいいと思えていました。無知とは無垢とは何よりも幸せなことだったのかもしれません。何も知らなかったあの頃を幸せと呼びました。しかし当時より今が不幸とは全く思えません。良き思い出の裏側や事実を知った今、解像度の高いアニメ鑑賞ができて、前提知識や歴史的な変遷を知った上でゲームをプレイしています。この時間はいずれも素晴らしい人生の糧です。この独り言のような研究の旅にここまでお付き合いくださって本当にありがとうございます。次回は悪魔城ドラキュラの話を。国を越えるたびに姿を変えた北斗の拳とは逆に、初めから海の向こうの衣装をまとって生まれた作品もあるのです。X やウェブサイトも良ければ覗いてみてください。アカウントとアドレスは概要欄にあります。そしてこの場をきっかけに見知らぬ国の人と喜びを分かち合うことができたなら、これほど嬉しいことはありません。北斗の拳はあなたの目にどう映っていましたか？あの作品からあなたは何を手にしましたか？それではまた次回。